あ、いけそう。こんな感じで、ぐらつきますね。容量ゼロ。本日はこちら、ソニーの、てっぺんリバティですね。LBT-V950 ということで、続編パート4ということで、今回こそ、最終回にしたいなと思ってるんですけど、なんとかですね、今日もやっていきたいなと思います。こちらの方ですね、電源起動時の、ノイズ、これをですね、なんとかしたいということで、こちらの方、どうなるかやっていきたいなと思います。それでは早速、レッツゴー。はい、今回はですね、こちらですね。こちらの、アンプ、AV アンプ、前回もお届けしてるんですけど、ノイズが出るということで、電源を入れた時にブチッとノイズが発生すると。ちょっとコメントの方を読んでいこうかなと思います。天毛さん、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。本当に嬉しいですね。で、こちらの方ですね、電解コンデンサーは音質にこだわったような製品もありますが、私の経験上耐久性がいまいちです。普通の電解コンデンサーの105度に交換してください。このコンデンサーはきっとミュート回路ではないかと推測します。それと基板電解液が染み込んでいますので、アルコールなので電解液を拭き取ってくださいということで、こちらの方ですね、この基板のとこですね、これがすごい電解液がもう染み込んでて、このままいくとどんどん腐食しますよと。この辺ですね、アルコールで拭き取っていくと。ひろみつさん、ありがとうございます。ポップノイズの原因は、プロテクトリレーが動作時に出る突入電流があるからだと思います。ミュートができていない問題っていうのが、やっぱ今回の原因なのかなというところですね。パパソナスさん、ありがとうございます。いつも、コメント見させていただいてます。スイッチではなかったですね。おそらくコンデンサーの液漏れによる回路の不良だと思います。とりあえず普通のコンデンサーで良いから交換する必要があります。それと抵抗類もダメになっている可能性があります。難易度が高いと思いますが頑張ってみてください。ということで、今回ちょっとコンデンサーの交換をして、ちょっとですね、抵抗機器は、抵抗値がちょっと読めるようになってから、また購入してですね、直していきたいなと思います。ムムさん、サラウンドプロセッサー良いですね。あんなの初めて見ました。次回期待しております。いつもありがとうございます。進出鬼没の風来坊さん、いつもありがとうございます。本当に毎度コメントいただきまして、いつも助けられてます。コンデンサーの経年劣化のようですね。基板も汚れているので、洗浄も必要かと。このまま使用するのは危険な香りがします。ワイヤーを90度に曲げて、基板接続しているのはメンテしにくい構造ですね。以前所有していたソニーの MD コンポもそうでした。初めて見た時に驚き、コネクタを使ってよと思いましたね。確かにこれコネクタにしてほしいですよね、ここね。この部分。これね。リバティは今回で終わりなのかな。いえ、続編今撮影中です。うまくいかなくても、アップしたいと思います。工藤さん、いつもコメントありがとうございます。プリアンプは故障が深刻ですね。エルナーのデュオレックス2は息漏れすることで有名な悪名高きコンデンサーです。電解液が漏れて終わりなら良いのですが、漏れた電解液は他の部品や基板を傷めると、回路の、ショートを誘発させたりするので立ちが悪いです。うわー、そうか。これ、回路どうかな。そのまま放置していたり、無理して使い続けたりすると、腐食が進行してノイズが消えなくなったり、音が出なくなったりとか、症状が出る可能性があるので、可能であれば早急に摘出してしまうことをお勧めします。そっか、やっぱり早めにやった方がいいってことですよね。いや、本当にタマコがやれる範囲でやろうかなと思ってますので、今回ちょっと頑張ってみます。ガンモさん、いつもコメントありがとうございます。お疲れ様でした。今回のノイズ解消に至らず残念でした。まあ、復活の予感はあります。視聴者様からのいろいろな情報いただけるのいいですね。そうなんですよ。本当にね、視聴者さんからいろんなタマコが知り得ないコメントとかたくさんいただけるので、本当に参考になってます。ありがとうございます。木俣さん、いつもコメントありがとうございます。抵抗のあたりの基板が変色しているところのコンデンサーも気になりますね。
変色しているところのコンデンサーが多分ダメなんじゃないかなと思っていて、そのコンデンサーのせいでミュートが効かなくなってるんじゃないかなとちょっと思っていて、今回それをやろうかなと思ってます。で、石井さんいつもありがとうございます。コンデンサーですが液漏れのようなので交換した方がいいと思います。でないとだんだん状態が悪化します。だんだん悪化しますということですよ。で、ぴょんたさんいつもありがとうございます。DSP デッキのスイッチ交換する前にまずはデッキごとスワップして様子を見た方が良かったかなと適当なことを言ってみる。そうなんです。私ができることしかやってなかったんで、それがスイッチだったということです。シャボン玉さんいつもありがとうございます。14分あたりの基板の色は、液漏れでしょうね。基板のパターンもやられていると思いますので、一度確認をされた方が。うわ、そうか。基板のパターンもやられてたらちょっとややこしいですね。基板外して裏面ちょっと見てみようかなと思います。横森田さんいつもありがとうございます。本当にモチベーションが上がるコメントいただきまして非常に助かってます。でかいコンデンサが入っているんですね。びっくりしました。治ることを願っています。本当直したいですね。兵道さん、リバティは最高にかっこいいですね。当方はソニーが大好きです。ハードオフでソニーのジャンクがあると買っちゃいます。コンデンサーは液漏れですね。以前同じ状態のコンデンサーを交換したら治りましたよ。今回コンデンサーをやってみたいなと思います。風神ファンオさんいつもありがとうございます。聞けるならいいじゃないですか。もし分解して動かなくなるかもしれないですよ。確かにそうなんですよね。これ今使えてるんでこのまま使うっていうのも確かに一つありかなと思ってるんですね。でもうかつ30年以上使ってるわけですし、まあこの液漏れももしかしたら落ち着くっていうこともあり得るのかなと思っていて、まあ、それであれば、このままっていうのも一つかなと思いますね。ただこのままね閉じるとですね動画にならないんですよね。なんとかですね最終ハッピーエンドで動画を締めくくりたいなと思ってまして、ちょっとそれが可能なのかっていうところはですねやってみたいなと思います。レダードさんいつもありがとうございます。本当にコメント楽しみにしてます。詳しくないですが不穏な円筒形のコンデンサよりスイッチの横にあるセラミックとかの小さなものが雑音を消す役目ではスイッチ関連ではよく見かけますが、そうかどうなんでしょうねこれ。私も全然わからないので、もうこの症状が出てるとこだけ今回は試してみたいなと思います。でまあその後それで症状改善しないのであればちょっとですね深掘りできたらやっていきたいなと思います。たくさんコメントを本当にいただきまして、まあ、今回ですねコンデンサーが悪いっていうの可能性が非常に高いっていうのが分かりましたので、こちらの方取っ替えていきたいと思います。それでは開閉の儀していきます。開閉の儀平行にって言ってこう歪んでるやないかということなんですけど、ここ最初持ち上げる時ですね平行に。よし、このコンデンサーとこの抵抗らへんですよね。でこれを変えていこうかなと思います。でこれを変えるためにはまず容量がいくらかですよね。ちょっと見とかないといけないのでそれを見んのと、あとこの抵抗ですよね。抵抗が家にあるかどうかっていうところも含めて見ていきます。まずコンデンサーですね。1個は 50V、10マイクロファラッド、これが3つ必要です。とりあえず中華製なんですけどこれつけていきます。 50V 10マイクロファラッドありますね。あります。これをまず3つで100マイクロファラッド 25V 100マイクロファラッドありますね。これを2つ必要だと。であと抵抗なんですけど、抵抗はこの色だと思うんですよね。色でこの色が何色やこれ。左からよくわからん金かなこれ。 R861 金茶色赤。抵抗1回抵抗値測ってみないとわかんないですね。今ですねちょっとこの抵抗の
読み方と、こちらを探してたんですけど、これね、本当に小さくて、茶色なのか灰色なのか、ちょっとわからなくて、ちょっと今回、この抵抗は色がきっちりわからないので、ちょっと一旦置いときます。で、この、こちらですね。これはちょっと全部特解しようかなと思ってますので、エタノールでですね、こちら、綺麗に、ちょっとですね、この基板に染み込まして、これ以上腐食しないようにですね、ちょっと調整していこうかなと思います。ガバッと上に、こう、持ち上げようかなと思ってます。で、それをしようと思うと、まず当然ながらですね、この辺のネジっていうものは外さないといけないよというところと、あとですね、ここも外せるのかな、これ、そのものを外そうかなと。これも外さなあかんのかな、なんかこれ、ガチガチにくっついてるので、一旦外せるところから、ちょっと外していきますか。ちょっとわかんないですもんね。で、まずこの辺、外していきます。で、これで、ちょっとガクッとなってるから、フラットケーブルを外します。一旦は上に向く準備はできたから、裏ですね。これ、外していきます。で、違うネジありますね、ここ。ここがネジが違う。それだけ覚えときゃいいか。はい。これ取らないか。よいしょ。よいしょ。よし、取れました。とりあえず外れましたね。よっしゃー。こんな感じになってました。で、これで、あ、いけそう。こんな感じで、ぐらつきますね。お、いける。これどうや、こっち。大丈夫かな。こんな感じで、とりあえず上がっても、でもこれ以上上がれへん。これ以上上がれへんのか。こんな感じで作業できるかな。こんな感じで作業できそうですね。ダメな箇所がこの辺。この辺か。この辺。近いからまだ作業できるかもしれない。はい。こんな感じでですね、ちょっと横着なんですけど、こうやって、で、基板にアクセスしやすいようにしました。これがもう限界ですね。で、アクセスは、ここ、2つと、ここ、1、2、3、3つ。これを、取っていくという形になりますので、ちょっとそれを今からやっていきます。もうちょいですね。お、取れた。25V 100マイクロファラットと。ちょっとエタノールで拭いていきます。エタノールドボドボに染み込ませて、切ったな、これ。こんな。これ腐食してるな。容量抜けしているかちょっと見ときます。何これ、容量ゼロ
こんなんですね。で、やば。容量ない。これはやばい。この辺のコンデンサー全部アウトちゃうんかな。で、今から買えるやつのコンデンサーは、多分大丈夫。ああ。はい。101。大丈夫ですね。これに取り替えていきます。完全に、うわ、これ、前のコンデンサーなんですけど、根元がこんな感じになってますね。なんか、割れてるっぽいですね。これあかん。ほんまあかん。よし、じゃあ、取り替えていきます。マイナス、曲線を間違わないように。もう一個、100マイクロファラット。これで。あとは、ハンダをつけていきます。ちょっと、そうか。寝かさなつかへんな。参ったな。向き逆にしなダメですね。一旦コンデンサーを全部取って向き変えて、取り付けの方をやっていくという感じにしましょうか。1個取りました。これもちょっとコンデンサー測っていきましょうか。お、これ大丈夫やわ。これ大丈夫。裏とか全然傷んでないですよね。よし。よっしゃ。10マイクロファラットありますね。だからここは生きとるな。とりあえず生きとる。生きとるけど外しとく。よし、これも。さて、10マイクロファラットありますね。だからやっぱりさっきの2つ。あれがダメだった。ちょっとまずコンデンサーですね。全部取り付けていきます。こんな感じで。コンデンサーですね。変えました。今度、これひっくり返さなあかんので、ちょっとそれをやっていきます。スポスポッと取れないようにセルテープつけていきましょうか。よいしょ。で、今度はこうか。こんな感じか。こんな感じにしたらいいよね。雑な感じで。これでいくか。コンデンサーをまず抜けないように広げていきます。よいしょ。こんな感じでとりあえずコンデンサーはつきました。仮組みテストをしていきます。はい、それでは配線ですね、全部取り付けていきます。曲線は合わしたし、多分大丈夫かなと思います。よし、綺麗になりましたね、だいぶ。50V100 マイクロファラット。こちらのコンデンサーが他にもないか見てるんですけど、今のところないので、一旦は大丈夫かなと。こちらのタイプ、これはですね、特に、大丈夫だったんですよね。多分、10マイクロファラットは大丈夫な感じですね。だから、一旦交換はいいのかなと思います。100マイクロファラットの方の、コンデンサーがあればですね、取り替えようかなと思ったんですけど、特にないので、一旦これで
様子見ようかなと思います。パワーアンプと AV アンプつないでいきたいと思います。じゃあ一旦電源の方入れていきます。怖いな。あ、パワーアンプついてた。じゃあ電源入れていきます。はい。ちょっと待って。フラットケーブル外れてました。よし。ちょっと待って。もう一回。じゃあ電源入れていきます。で、電源オン。おちょっと待って。ノイズマシになったんじゃん。もう一回。あ、これはノイズ出るか。これは直接押さないんですよね。あ、ノイズなくなったんちゃう。でもこれ直接落とすときはノイズ出るんですけど、開けるときノイズ出なくなりましたね。オッケー。出なくなりました。よっしゃ。で、煙とか出てない方大丈夫かな。煙とかは出てないな。煙とかは大丈夫。ちょっとこの辺まだハゲハゲルックはハゲハゲルックなんですけど、エタノールでかなり吹きました。これ以上はおそらく腐食はしないのかなと思ってます。抵抗はいいか。抵抗はとりあえずもうこれでちゃんとつないで問題なかったらそれで一旦終わりにしようかなと思います。ちょっと戻していきます。ネジが多いのでちゃんと戻るか、これが全部なくなるかどうか。おっしゃ、ネジははい回ってませんね。はい、いけました。じゃあこれでセット作っていきたいと思います。今ですね、セット完了しました。今からちょっと電源入れて、まず、スピーカーオフにした状態でどうなるかっていうのをまず見ていこうかなと思います。じゃあ一旦電源入れていきます。お、ノイズ出ない。でオフにします。オフにしてこちらですね、ノイズが出るか。じゃあ電源オフ。お、スピーカーこれで音ありでノイズが出るか見ていきます。じゃあ電源オン。おお、治ってる。もう次オフ。ちょっと耳を塞いで電源オフ。おほほほ、治ってる。よし、じゃあもうこれで安心して電源が入れれると。おお、いけてますね。よっしゃ。はい、ということで、今回は、こちらの見た目液漏れしているだろうというコンデンサーを、取り替えることで、
復旧しました。これがですね、デュオレックス。見えますかね。デュオレックス。25V、100マイクロファラッドということで、こいつが、2つともですね、取ってみたら、容量0でした。いやー、嬉しいな。これで、一旦ですね、全体、問題なく使えるということになりますので、また部屋に戻して、末永く使っていきたいなと思います。コメントたくさんいただいた内容で、安心して修理ができるというか、本当に感謝しかないかなと思います。そんな感じで、本日は、修理の方終わりにしたいと思います。本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。